こんなになんかタワマンっていうかマンションに囲まれたような、街に、なってるんですね。武蔵浦味の散歩道となります。はい、こちらがロッテ浦和工場となります。セブンアビニュー、なんかこれ面白そうじゃないですか、これ。なんかこれいろんななんかお店が入ってるとこですね。なんか動物のぬいぐるみがたくさんおりますよ。武蔵浦和、武蔵浦和。6番線ドアが閉まります。ご注意ください。はい、どうも皆様こんにちは。座れる休憩場所検索とファインドマイターンというサイトを運営しておりますペンタと申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は JR 線の武蔵浦和駅に来ております。こちらは埼玉市南区に位置しております武蔵浦和。埼玉市の中でも人口が多くて生産年齢人口の比率が高い、最近ではタワーマンション、そういったファミリー層でも人気のあるエリアとなります。こちらの武蔵浦和は JR 武蔵野線と JR 埼京線が通っておりまして、JR 埼京線に至っては、大宮まで、通勤快速を利用すれば一駅でアクセスすることができます。埼京線の、新宿、渋谷、池袋方面なんですけども、こちらもですね、池袋まで、通勤快速を利用すれば約20分ぐらいのところでございまして、埼玉市の中でもですね、南北東西に移動しやすいそんな駅でございます。またこちらの武蔵野線でございますけれども、東京メガループの一つとも言われています武蔵野線並びに、近くには東京外環環状道路といった、外環自動車道、あとは北の方に行きますと京王自動車道というのが通っておりますので、東西にアクセスしやすい、東京メガループに、直結しているような、そういったような、利面性を誇るような武蔵浦和駅でございます。さて今日ですね、武蔵浦和の今ちょっと改札の前にいるんですけども、ここからちょっとですね、お散歩してみたいと思います。それでは武蔵浦和の駅ナカ施設について見ていきたいと思います。こちら JR 線の武蔵浦和駅はですね、駅中に、ビーンズキッチンとか、あとはスイーツ売ってるお店とか、このビーンズ関係のですね、駅中のお店が充実しております。ここはちょっと南浦和と違うかなという、ところなんですけども、こちら改札内ショップということでですね、ご案内があります。ここはですね、スハラヤっていうこちら左上の書店のところにお店があると思うんですけど、これがですね、浦和の中山道とかあります老舗の書店ですね、スハラヤとなります。そのお店が、こちらに出店している模様です。あとは、ベックスコーヒーとか、あと丸亀製麺ですね、海鮮三崎港、あとは、パン屋さん、クリスピークリームドーナツ、あとはつけ麺の車輪、こちら車輪は上野の、駅中施設とか結構駅中攻めてる気がしますね。車輪とか、あとは、ビアードパパとかそういった形のですね、駅中の施設があります。ちょっとそこをですね見ていきたいと思いますね。こちらが埼京線の、大宮方面のホームのすぐ近くにあります、ブックススハラヤということであります。こちらの、書店ですね。電車乗る前にちょっとですね本屋さん見たりとか、あと文具とかもちょっと買えるような、感じになっていま
ますね。駅中にベックスコーヒーがありまして、ここも武蔵野線と埼京線のちょっとね、待ち合わせとかにも良さそうですね。ここでちょっと朝食食べてから、ね、出張とか出かけるとか、そういったこともできそうですね。ベックスコーヒーで、あとここはですね、ビーンズキッチンとなっておりますね。こちらの、ビーンズキッチンのところの中に、丸亀製麺とか、あととんかつのサボテンも入ってますね。あと海鮮三崎港といったラインナップ、あとはここ駅そばもございます。大部屋のキッチンと、あとはシュークリーム、といった形で、あとその隣にはですね、こう成城石井がありますね。これもなんか駅中に成城石井があるっていうタイプで、赤羽とかありましたっけ、ちょっと記憶はあんまないんですけど、成城石井と、パン屋さんもありますので、はい、それでは最初に西口方面から行ってみたいと思います。こちらのビーンズのところにも、コージーコーナーとパン屋さんがあって、駅中にもさっきね、ギアードパパとか、神戸屋キッチンがありましたけど、ここはドンクでしたね。ドンクが、西口の方、わ、なんかすごい、こんなになんかタワマンっていうかマンションに囲まれたような、街に、なってるんですね。ということですね。ちょっと西口の、風景ですね。こういった形になっております。ここもペデストリアンデッキで、ずっとつながってまして、ここに正面見えますサウスピアっていうのがありますね。さいたま市南区、これが、南区役所が入ってたと思いますね。南区役所と、あとは図書館も併設されているのかなというところですね。ここは屋根もありますので、駅から出て少しだけ雨濡れますけど、駅から出て少し歩いてこの屋根のところですね、道伝いに行けば南区役所までアクセスしやすいというところで、駅前に区役所は非常に便利だなと思います。で、あと気になるのはここの建設工事ですね。これはまたなんかタワーマンションが何か作ろうとしてるんでしょうかね。ここも何かしら都市の再開発が進んでいるようで、下に建築の、掲示板っていうかあれがあります。ちょっと後でそれを見てみましょうかね。はい、ということですね。ここのタワークレーンのそばに申し訳なさそうにこのウォーターミーとかわらわらとかねあって、これなんか昔にラーメン博物館でラーメン名店館みたいな、そんな記憶が私の中ありましたね。だったんですけど、ちょっと今どうなのかなっていうところですね。またお散歩していければなと思います。ですね、じゃあまずこのサウスピアの方から行ってみましょうかね。このですね、今サウスピアに向かう途中なんですけど、下に先ほどねちょっと紹介しましたビーンズと、マルエツがありますね。スーパーも駅すぐ近くなんで、利便性もいいですね。で、こちらのペデストリアンデッキからはですね、これは何タワーかな、マンションがあって、マンションの1階にもお店が入ってるみたいですね。サイゼリアとか塚田農場とか、入ってるみたいですね。はい、じゃあちょっとせっかくなんでね、この南区役所サウスピアの方までね行ってみたいと思います。こちらの下はロータリーになっているようで、ここも綺麗に、整備されておりますね。最近はなんか武蔵浦が結構暑いということで、私もなんかヤフーニュースの、Google ディスカバリーか、なんかスマホで横にスライドするとなんか自分になんかこうフィットしたニュースが出るみたいなのがあると思うんですけど、そこでですねたまたま武蔵浦を調べたら、武蔵浦のタワマンの話とかねいろいろ出てきまして、やっぱ武蔵小杉の次に来る街なんて、言われているみたいですね。確かに電車1本で、ね、副都市にアクセスしやすいというのがね非常に魅力的だと思いますね。で、こっちの方はですね、立間通りが横につながっている感じですかね。ちょっとこういった感じで、ね、建設が進んでおりまして、ちょっと気になる形でございます。中に入っている、公共施設なんですけども、子育て支援センター、あとサウスピア3階正面玄武関です。蔵浦図書館ですね。平日は夜8時までやってるみたいですね。
とか上はなんかコミュニティセンターになってるみたいです。はい、ということで、非常に綺麗な、ね南区役所でございます。はい、どうやらここですね、プラムシティっていう名前がついてるみたいですね。ショップ&レストランということになります。こっちは不動産関係がメインですかね。なんか賃貸とか、武蔵浦和でお部屋探されている方はいいかなと思います。確かに武蔵浦和はですね、副都心へのアクセスがいい割には結構家賃相場がね、お求めやすい水準だということを結構お話聞くんですけども、埼京線はちょっとね混雑しやすいんで、そこだけがちょっとなんてなんですけども、武蔵浦で、ここのプラムシティのところ、お店ですね、先ほど申し上げましたけど、サイゼリアとか、あとはタリーズコーヒーも入ってるみたいですね。あとラーメン武蔵坊を入っているといった形になります。でこっちの方はサイゼリアといった形でしょうかね。はい、それではねちょっと地上に降りてみました。ここですね、バスロータリーになってまして、埼玉といえば国際工業バス、緑色と白色のバスが走っておりますね。こちらの今4番のバス乗り場なんですけど、ここは東京ディズニーリゾートとか羽田空港とか1本で行けるほか、あとは北戸田にありますイオンモールでございます。でここですね、こういった形でね、ペデストランデッキ続いてまして、なんかこれはね、燃えますよね。ペデストランデッキという感じです。ここにですね、マルエツストアが入ってますね。ここのマルエツがなんと営業深夜1時までということで、これ結構便利ですね。やっぱなんだろう、こういうなんか再開発された街ってなかなかスーパー早く閉まるとか多かったりするんですけど、ここは、深夜1時までやってるということで、会社のね帰り遅くなったりとか共働きの方にも利用しやすいかなと思います。でこちらがビーンズのところですね、行って反対側の、東口の方を抜けられるみたいですね。武蔵浦和と南浦和よくねどっちが、おすすめですかとかなんかたまに聞かれたりするんですけども、南浦和の方が駅の開業年は早いんですよね。でその後20年後か10年後に武蔵浦和ができたっていう形で、南浦和の方がどっちかというとね、ちょっと昔ながらなっていうところもありますけど、はい、この駅の高架下のところマーレがありますね。このマーレもレストランが、あるみたいで、こっちはサンマルクとかミスルとかどうやらあるみたいです。結構だから駅前にいろんなね、中規模大規模のショッピング施設があって、なんかいいかなと思います。であとですね、ちょっと私のですね武蔵浦和っていうと、ここにですねラーメン記念館だっけ、ラーメン名店街っていうのがあって、ここの階段を、上がってったと思うんですけど、もうあれかなくなっちゃったか。結構ラーメン名店街って結構難しかったりしますよね。なんか立川にもそういうのあったりするんですけどね。この階段上がってラーメン屋さんなんか巡った記憶があるんですけどね、ちょっともうないみたいですね。はい、ということで、タワーマンションがで、ここの目の前がですね、田島通り、ここら辺はですね沼影というですね地名になります。沼影というとですね、沼影の市民プールとか、あとは、ロッテの浦和工場が、あると思います。ちょっとそっちの方もですね後ほど行ってみたいとは思いますね。2階にレストラン街、あとはそういえばここの通りのところにつけ麺の月屋っていうのがあったと記憶してるんですけど、まだあるかな。ありそうですね。月屋っていうと結構埼玉で、見かけるんですけど、川口と西川口にもありますね、つけ麺の月屋、っていうところがあります。ちょっと奥に見えるところですね。これですね、つけ麺の月屋です。
ちょっとこのマーレのところなんですけど、ここは菜食フロアっていうことでサンドラッグとかも入ってるんですね。あとは食品フロアがあったりとかしますと。あとこっちの方は、マクドナルドとか、あとはドトールか、ドトールがある形ですね。ここは本当に高架下になってましてね、武蔵野線の軌道の下かな、ミスタードーナツもあると、この美女木って書いてあるんですね。美女木インター、信号のある、高速道路の、美女木ジャンクションでございまして、ちょっと有名かもしれません、たまにはい、ということです。であとここですね、田島団地とありまして、この田島通りのところをずっと、行けるんですね、バスになっています。マーレのところなんですけども、日高屋とかですね、あとはさっき紹介した飲食店とか、あとは鎌倉パスタとかですね、あとはリラックプロントとかも入ってますね。あと100均関係はここにはないのかな、ちょっとそんな感じですかね。はい、あとですね、東口側からですね、この武蔵浦歩道橋に通じましてですね、ここのマーレの方にですね行けるんですね。はい、さてこのライブタワーっていうところまでね、来てみました。こっちが東口の方ですかね。ライブタワーのところになんか熊さん薬局っていうなんか可愛らしい薬局があるんですけど、ここはクリニックが集まってますね。内科小児科呼吸器なんか循環器科ということで、クリニックが集まっているようです。東口の方なんですけど、スターバックスもね、ありますと、いった形ですね。であとですね、このスターバックスの隣には、先ほどちょっと見ましたけども、ビーンズ通り抜けていくと、西口東口行けると。だからこの東西なんか行きやすいですね。これはいいかなと思います。はい、東口の駅前ロータリーはこんな感じになりますね。どっちかっていうと西口の方がお店どうなんだ、多いのかな。でも奥にオリンピックとか確かありましたよね。そしてここですね、なんか、お花が綺麗に咲いてるね、この植栽とベンチなんですけど、ここの道ですね、高架下のところから、ずっと続いてるみたいですね。ここはレンタサイクルもありますんでね。だからここでチャリンコ借りて別所沼公園とか行くといいかななんて思いますね。ここのちょうどですね、道のところ、ここがですね、なんだっけ、お花と緑の散歩道でしたっけ。合ってるかな。ここのちょっとなんか、自転車とか走りにくいけど、この頭上注意、ここの先行ったところですね、ありますと。ここから先は花と緑の散歩道ということになります。ここまっすぐ行くと中浦和駅の近くですね、別所沼公園、結構沼ですね、釣りしてる人とかですね、弁財天もあるのかな、という感じで結構ですね、浦和の癒しスポットでございます。位置的にはですね、中浦はすぐ近くで、埼玉県庁からちょっと中山道、埼玉県庁から少しなんだろう、荒川の方かなに行ったところですね。あとは大きな広場が、いくつかありまして、あとアスレチックだっけ、なんかハンモックかなんか、結構子供とかね、ファミリーの方にも人気の、別所沼公園っていうのが、あります。あっちの奥の方に、オリンピックと西松屋とポーラスかな、ちょっと見えてきましたので行ってみましょうか。このなかなかバリケードがしっかりしたこの花と緑のね、とこですね。少しちょっとこう路地に入って、行ってみたいと思います。結構この武蔵野線の高架は頭上が低めですね。なんかそんな気もします。後輩者さん、居酒屋さんか、あとは黒毛和牛の清田屋、とか、武蔵浦和酒場、なんか浦和酒場って
裏にもあったと思うんですけど、なんか武蔵浦酒場もあるんですね。うん、なんかこの用水路なんかちょっとピンときたんですけど、ここずっとまっすぐつながってますね。すいません、なんかああいうのね反応したんですよね。まああれですね、この辺りは浦和辺りってもともと海だったんですよね、昔は。はい、海だったんですね。で、先ほど申し上げましたけど、花と緑の散歩道のところ、先行くと別所ってとこあるんですけども、別所のところにですね、なんだっけな、昔のその集落の、跡があったと言われています。なんか土器とかそういった弥生時代の、ものが出てきまして、弥生時代の頃はまあ集落があったということなんで、海だったのはもっと前だったのかなっていう形になります。そこからは徳川家光の、灌漑用水というところで、まあ、見沼田んぼとか、そういったあたりで、水田地帯を作ろうとして、まあ、用水路をたくさん引いたわけですね。で、あとはこの近くにあります、まあ、荒川とか、あとは芝川ですね、芝川とか、という感じで結構低地が多いところでございまして、そういった意味合いでもですね、この辺は、沼とか、あとなんだろう、用水路とかそういうのが多いエリアなのかなっていうところだと記憶してます。はい。で、ここですね、正面に、来ましたね、オリンピックニトリっていうのがありますね。じゃあオリンピックの前行ってみたいと思います。なんかこういうオリンピック見るとあれですね、例えば武蔵野線の北朝霞にもなんかオリンピック駅近にあったと思うんですけど、なんかそれとなんか被っています、私の記憶の中で。はい。ってことでニトリがあるのはでかいですね、結構ね。そうですね、浦和に住んでニトリっていうと463号の、東北道の浦和インターの方に行く途中のニトリとか、それぐらいですかね。あとここかっていう感じで、結構だからなんだろう、駅近にねニトリ行けるってのはいいと思います。しかもこれホームデポだっけじゃなくてちゃんとした大型店舗になるのでいいかなと思いました。はい、それではですね、ここからちょっとまた駅の方戻ってみたいと思うんですけど、ここ中丸屋とか、あとは、質屋さんがある感じですかね。質屋があるのってやっぱり中山道とかそういったあれかな、由来でこういうところに位置してるのかな。高架下のところに餃子の王将もありますね。餃子の王将と、あとこっちは、吉野家もあります。下駄に注意って書いてですね。はい、ちょっとここのですね、武蔵浦味の散歩道というのが気になるんで、ちょっと行ってみたいと思うんですけど、なんか散歩道っていう割にはなんかお店があるんかな。なんか王将とね、なんかそんな感じなんで、ここですね、武蔵浦味の散歩道ということになっております。本当に散歩できるとこあるのかな、これ。ここにね、中尾がある。結構チェーン店が充実してますね。餃子の王将、吉野家、中尾、あとココイチでしょ。散歩ってこれでもなんか、ここ入っていいのかなんか散歩っていうような、感じでは、私の感覚ではなかったんですけど、まあチェーン店がある散歩道ですかね。もしか昔はなんかいろいろ商店があったけど、なんか開発してなくなっちゃったとか、そういう、パターンかもしれませんね。はい。ちょっと待って、あっちにもある。こっちがあれじゃない、散歩道じゃないこれ入れないよね。これ左側繋がってないからこっちから入るしかないです。ここ大衆酒場とちょっと逆サイドから行きます。武蔵浦、これいいですね。はい、逆サイドにちょっと来てみました。ここですね、モスバーガーがあって、このすぐ目の前にライブタワーっていうのがありますね。で、このモスバーガーのところから、これですかね。こちらがですね、武蔵浦味の散歩道となります。ここからちょっと散歩してみましょうか。さっきなんか現場事務所みたいので間挟まれて先行きたかったんですけど、こっち側もね散歩道があるということで、ここはカフェのトラットリア、があります。ちょっと読めなくて申し訳ないですけど、アズーリでいいのかな。トラットリア
狭山の冷たい紅茶付き、いいですね。狭山茶、紅茶なんですね。あとはパスタ料理とか、ピッツァ、ランチメニューはですね、こういった形でありますね。すべての料理に、前菜と、あと自家製パン、あと、ここ大事ですね、狭山の冷たい紅茶がつきますはい、っていう形です。というランチが楽しめる。で、あとこっちの方は、中華料理屋さんですかね。ここは、新潮美食部、なんていうのちょっとわかんないですけど、ここですね、昼の定番のサービスランチがいくつかあります。いった感じですね。あとここは、ストロベリーフィールズ、お肉屋さんがある形と大衆作です。味の351の一応ね、案内図ありました。こういう感じはもともとあれかな、吉野家、さっき吉野家の奥もまだ3本道だったのでちょっと逃してましたね。こういった感じで、ここ緑道っていうかライブタワーの公開空地かな、ちょっとこの道があって、もともと南区役所はここにあったんですね。餃子の王将の裏手って今なんか幼稚園でしたっけがあって、ここがだからオリンピックですよね、多分オリンピックですね。だからここに区役所があったのをサウスピアに移したんですね。という形です。ということで田島通り、青色看板見えてきました。国道17号中山道ですね。ここの田島通りのところ少し行くと埼玉中央郵便局っていうのが左手に見えてきました。ここはですね、セブンアビニュー、なんかこれ面白そうじゃないですか。これいろんなお店が入ってるとこですね。濃厚の中華そば、まかないヘキルっていうのかな。肉そばのとかこういったメニューになってまして、塩かけそばとかいうのあります。あとここはマスカクラブ、マスカクラブっていう、ここもいろんな、海鮮とご飯を食べれるようなところですね、やっています。ここちょっとデッキになってまして、外でご飯食べたりとか、そういうのもできるようなスペースになっておりますね。で、こっちもお試しオープン中っていうことです。リンゴって焼肉屋さん、ちょっと今やってないの。ここのフラッグのところがずっとちょうどこのデッキになってて、意外と隠れ家的なとこかもしれないですね。こちらが国道17号中山道となります。東京五街道の一つですね。江戸の東京の日本橋から京都の三条大橋まで、通じています。高崎が85キロ、熊が43キロ、上尾16キロということができますね。中山道は非常に混雑しますので、車でちょっと高崎までって相当しんどいかなって思いますね。新大宮バイパスの方とかですね、上尾の方までは行けるんですけども、そこまで新大宮バイパスとかで上尾まで行くと、圏央道、利用できますので、桶川北本インターとか利用すれば、東京メガループの一つではありますけども、圏央自動車道も利用できるといったところでございます。ちょっと中山道の看板なんですけどもね、ちょっと裏はコンビが見れるかなと思って撮ってきました。左手が南浦、右手武蔵浦ということで田島通りに連れてます。こちらの田島通りからちょっとこういった散歩道を見つけました。遊歩道ですね。別所の方とかですね、行くと高台になってるんですよね、地形的に。で、別所沼公園の近くとかですね、高台の景観がいいところ、結構関東大震災、とかで影響が少なかった埼玉という一面で、芸術家とかですね、結構、浦和の別所の方に、移り住んで、そこで高台のところに、アトリエとか構えて、いろいろ作品をね、出していたといったそういった話も聞きますので、結構そういった意味で浦和の埼玉県庁からその別所の、沼の近く、その辺りは結構、芸術家作家さんが住んでいたということで、浦和美術館とかですね、あとはその、北浦和のところにあります近代美術館であってましたっけ、とかそういったね、アートの施設もね、あります。で、結構この、別所に続くとことか、あとこの
近くですね、結構桜とか、名所でして、結構お花見とかで、春の季節は訪れる方もね、多かったんじゃないかななんて思います。かわいいですね。ここですね、白畑沼、っていうところですかね、なりまして、ここ結構小サギとか、あとはカルガモとか、野鳥が訪れるようなとこかなっていう形ですね。なんか心落ち着くようなところです。で、ここの、沼のところにもなんかベンチがあってですね、これはコカ・コーラのベンチかな、違うかな、ここでちょっとゆったりくつろぎながらね、野鳥を眺めるといった形ができますね。あそこにアオサギがいますね。ちょっと動画だと厳しいです。こっちの方にはカモさんもいますね。ここに、アオサギが隠れてます。はい、こちら中山道と田島通りの交差点のすぐ近く、この武蔵野線の軌道があると思います。このすぐそばにですね、笹目川というところがございますね。ここ、水門がありまして、こうなんか、川があるんですけど、ここがですね、先ほど見ました白畑沼のを水源とした、笹目川。はい、笹目川、逆サイドから見るとこんな感じですね。このやっぱり川幅細いですよね。で、結構ですね、カモさんいました逆から見てるとちょっと気づかなかったんですけどね、こっちにね、どうやらいたみたいです。左側のカモはちょっと種類がわからないな。で、あとこっち側にもいますね。こんな感じです。で、武蔵野線が高架を通って武蔵浦和に入線していく様子でございます。やっぱこのライブタワーがちょっと印象的ですよね。ライブタワーと周辺のこのマンションたち。はい、ちょっと先ほどね、サウスピアからこっちのラムザタワーの方ですかね、ちょっと行ってみたいと思います。ここも結構、何階建てなんだろう、タワーがありますね。ここが、田島通りと、なってます。はい、ラムザタワーのこのデッキのところですね、ここベンチがありましてですね、このなんだろう、なんかお花のような形をしたアートと、このなんか雲のようなベンチ、ここに座ってちょっとね休憩することもできそうです。このすぐ上の軌道には、これは幹線の軌道になってまして、北海道新幹線、上越新幹線、東北新幹線等が、通る、見えますかね、ロッテ浦和工場が見えますね。ちょっとここも後で近くまで行ってみたいと思うんですけど、こんな形ですね。ちょっとじゃあラムザタワー周辺歩いてみたいところですね。ここはクリニックとか薬局が入ってたりとか、しますね。一応テナントとしてはですね、ラムズこんな感じですかね。まあ医療関係が多いですかね。あとオフィスと、庄屋とローソン、ポポラマーマ、ミルキーウェイ、ラムザ広場、泉の広場という形になってますね。高田っていうのはちょっとなんだろう。ちょっと一回降りてみましょうか。松屋もあるみたいですね。庄屋とね、松屋、こういったのがある。あとそこにもなんかカフェがありますね。エスプレッソカフェってちょっと書いてあります。泉の広場でしたっけっていうのがありまして、
ちょっとキョロキョロしちゃってるんですけど、どういこうかな。こっちの、マンションビル群のところも、ここはなんか、再開発されたのかな、なんか結構、今風な感じです。あとマルエツもこうありますね。マルエツ、ここも深夜0時までやってて、あれさっきもマルエツありましたよね。駅前とこっちにも2つある。これ便利ですね。こういった形のね、マンションに囲まれております。埼玉っていうとなんかコモディ飯田のイメージが私はあるんですけど、南浦はですね、コモディ飯田がたくさんあったんですけど、武蔵浦和はちょっとコモディ今んとこ見かけてないですね。何が違うちょっと気になるところで、ここはですね、めちゃめちゃ混んでますけど、エスプレスカフェっていうのがあります。ちょっとおしゃれめな感じですね。ロースカツサンドとかね、マルゲリータとかいろいろスイーツもありますね。あとここに黒板のメニューがあるんですけど、ランチメニューということで、ボルゴレロッソ、オムハヤシライス、シーフードカレー、パンケーキとか、いろいろですね、楽しめるような、カフェ、この、エスプレスカフェというところがですね、あります。はい、こちらもなんだか広場に出ましたね。さっきのエスプレスカフェの近くなんですけど、こう真ん中ベンチになってるのが、これなんかいいですね。素敵なところ。なんか周辺は全部ビルに、囲まれてますね。こう360度ビルに囲まれてるんですけど、なんかあれですね。どういう構造になってるのかな。マンションが入り口はどこなのかちょっと、キョロキョロしちゃってるんですけどね。はい、こちらが成屋ガーデンを抜けたところにありますロッテ浦和工場となります。武蔵浦和駅から徒歩10分かかんないぐらいで結構近いところにある工場ですね。1964年に誕生した東日本有数のロッテの工場でございまして、ここでパイの実やコアラのマーチが生産されております。他にも川越にありましたアイスクリーム研究所をこちらに統合して、ここで雪見大福とかロッテのアイスクリームを製造されている模様です。このロッテの工場の裏手側には、球場がありまして、千葉ロッテの、2軍の、本拠地として利用されているようですね。はい、ちょっとロッテ浦和工場に横に来てみました。ここからちょっと工場に沿って見学っていうかちょっとね行ってみたいと思います。なんか今日は休日のせいか、あんまりなんかチョコレートとか甘い香りはしませんね。でなんかロッテリアがこの中にあるんですね。この工場の敷地の中にあるみたいですね。これ工場専用のロッテリアなのかな、もしかして。あそこにあるですね、ロッテリア、あれですね、見えますかね。これロッテリアの研修センターですね。そっか、ロッテリアのこの店舗の研修をここで行うっていう感じなんですね。そういうことですか。これはなんか豆知識知らなかった。ロッテですね、浦和工場見学できるんですよ、これね。確かなんかネットで申し込むんだったか、ちょっとインターネットのウェブサイトの方に詳しく書いてあると思うんですけど、浦和工場で見学できるんで、ちょっと僕も見学してみたいな、今はちょっとやってないみたいなんですけど、機会があればチャレンジしてみたいなと思いますね。
ロッテ浦和工場ね、裏から見るとこんな感じ、ちょっとプラント的なあれですね、外観ですね。ちょっとこっち見てみますか。これは水処理ですね、水処理場になってますね、ロッテ。で、あっちにですね、千葉ロッテマリーンズの、練習場が見えますね。ここは杉薬局が右手にありますね。左手がですね、ここが千葉ロッテマリーンズですね。こういう感じなんですね。はい、こちらが、千葉ロッテマリーンズの、球場になりますね。ちょっとこの球場の周辺行ってみましょうかね。よいしょ。ここは2軍の本拠地ですかね。あれ、ちょっとこれはあれかな、ロッテのなんか宿舎っぽいっすね。社員寮かな。ここから球場が見えてきましたね。室内練習場もありますね。武蔵浦和駅から徒歩20分ぐらい離れたところなんですけどもね、ここベルクススーパーベルクスっていうのがありますね。こうベルクスモールっていうのがあります。ここはダイソー、オフハウス、パシオスが入った、ショッピングモールでございます。あとこの左手にはですね、島中もありますので、結構なんだろうな、チャリンコがあればこうホームセンターとかね、ベルクスモールとかに行きやすいかななんて思いますね。はい、こんな感じでね、島中と、ベルクスモールというのは並んでおります。なんか動物のぬいぐるみがたくさんおりますよ。ですね、浦和球場の近くのところにですね、ちょっと変わったカフェ、スタジオなのかちょっとわかんないですけど見つけました。動物のね、ぬいぐるみがたくさん置いてあるちょっと可愛いところなんですけど、これは何だろう。豚さんが2匹、とても可愛らしいところで、ちょっとね謎なんですけど、コンテンツメニュー、プレイセンター、カフェ、スナック、スタジオプログラムって書いてありますね。どこに案内ありました。スタジオメイクオーバー、入館料3時間800円、ドリンクバーとか遊具とか
フリー Wi-Fi 使えますよと。お子様の遊び場、パパのくつろぎ学習スペース、シェアオフィスとはまた違うんですよね。なんか変わったところがありました。はい、そしてロッテの工場の近くなんですけど、ここメガドンキがあるんですね。意外と便利ですね。この高架下のところにですね、ちょっとさっき気づかなかったんですけど、ここにメガドンキがあります。これ結構便利かもしれませんね。この浦和球場の近くのところですね、こういった景観が広がってます。右上の方には埼京線が走っております高架が見えますね。ここも顔なんかいいですね、のどかな感じでここをお散歩したりとかね、楽しめると思いますよ。すぐ近くにはね、さっき見つけたなんかアニマルな、スタジオみたいなカフェみたいなところがありまして、こっちの方もちょっとお散歩してみると楽しいかもしれません。多分ここ桜が綺麗なんでしょうかね、この笹目川沿いですね。はい、あとですね、笹目川のここの、浄化導水事業っていうちょっと看板が見つけました。この荒川のところからですね、取水口がありましてですね、ちょっとここに絵がありますけど、この戸田競艇場のすぐ近くのところですね、ここから、取水しまして、各河川放流しているみたいですね。導水管も埋設されているみたいですね。荒川から導水した水を笹目川が放流してますということで、この導水管を通じて、どうやら、放流されているようですね。現在地はここで、笹目川放流施設というのがあるそうです。これの笹目川放流口っていうのは、これですかね、もしかして。この段々のやつですかね。そういうことか。逆サイドから行ってみましょうか。ちょっと木が生い茂ってて見えにくいかもしれませんけど、これやっぱり導水管からこれが荒川の水をここに笹目川に放水してるみたいですね。見えますか。これですかね。これで荒川の水を笹目川に取り込んでるみたいですね。このなんかレンガ調のところです。スカイガーデンというちょっと屋上庭園エリアに来ています。ここなんかのんびりできていいですね。すぐ近くにこの新幹線の軌道もありますので、運が良ければベンチに座って新幹線を見えそうです。ちょうど新幹線が見えましたね。はい、上越新幹線ですね。はい、ということで武蔵浦駅周辺ぐるっと一周回ってみました。いかがでしたでしょうかということで、今日はですね西口東口と、歩いてみましたが、周辺にはですねタワーマンションとか高層ビルが建ってまして、武蔵浦の街並みというのもね大きく変わってるんじゃないかなと思います。スーパーが、あったりとかですね、あとはマーレといった商業施設があったりとか、お買い物にも不自由しないようなエリアかなって思います。この近くにはちょっと大きな公園っていうのはあんまなかったんですけども、白畑沼とかですね、笹目川とか、ちょっとお散歩できるようなスポットもありますので、ここを起点にですねいろいろ、お出かけしてみるのも楽しいかもしれません。あと武蔵浦はですね埼京線の途中始発駅となっております。朝の通勤時間帯にも始発列車ありますので、例えばそうですね1本2本逃す感じですかね、15分ぐらい待てば多分座って新宿渋谷池袋方面行けるんじゃないかなって思いますね。ただやっぱり混雑が激しいので赤羽あたりになりますともう扉が閉まるか閉まらないかぐらいのおしくらまんじゅうになりますので、座ってでも結構前に立っている人のこのカバンが顔に当たりそうになったとかちょっと圧迫感があったりとかそういうこともあるかもしれないんですけども、ちょっと通勤は結構埼京線大変なんですが、うまくちょっと座って副都心方面行けるといいかなってところですよね。あと私が運営しております国内初のですね座って休憩できる場所をまとめた座れる休憩場所検索というサイト、ぜひ遊びに来ていただければと思います。最近はペンタのグッズも販売しておりますので、ぜひペンタを忘れていろんなところで遊びに行っていただけると嬉しいです。と最後なんですけれども、
お手数でなければチャンネル登録並びに高評価いただけますと今後の街歩きのモチベーションアップにもつながりますのでぜひともよろしくお願いいたします。ということで今日も、長時間になりましたけど、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。また、次回お散歩した時に、お会いできればと思います。はい、それではさようなら。